歯切れでできるペンホルダーの作り方です。このようにクリップ止めになっています。ゼムクリップを使うとこんな感じです。ノートなどにつけて使えます。クリップタイプにするとバッグなどにもつけることができます。10分くらいでできるので量産にもおすすめです。材料はこちらです。10×10 センチの歯切れが1枚とクリップです。ゼムクリップか、こちらはセリアで買ったヘア金具です。3つ入りで100円です。半分に折ります。上から1センチを下に折ってクリップで留めます。両端を1センチの縫い代で縫います。表に返します。先の尖った角出しなどで角をきれいに出します。縫い代を内側に入れて両端に引きます。アイロンを当てます。クリップを入れる入り口を開けます。端から1センチ印をつけて、印から1.5センチも印をつけます。端から1センチと印から1.5センチです。この入り口を開けて上端を縫います。1センチだけ縫って返し縫いをします。1.5センチ開けて返し縫いをして端まで縫います。左から3センチを折ります。端を5ミリ縫います。3センチ折って上は 2,3 回返し縫いをします。端から5ミリくらいを縫います。反対の端も合わせて縫います。こちらも端から5ミリぐらいを縫います。こちらの糸切りはスプリングシザーズという糸切りで、先がこのように細くなっていて根元から切れるのでおすすめです。開いたところからクリップを入れて手芸用ボンドでつけたら出来上がりです。ゼムクリップはこの間を挟むようにして入れます。下まではいかないですが、この上が少し空いてる方が使う時に使いやすいです。これも同じように間から入れて留めます。今回はこちらを入れようと思います。この間に手芸用ボンドを入れます。
この真ん中のところを留めたいので、ゆっくりと出して中に手芸用ボンドを入れます。少し多めで良いです。そこにクリップを入れて真ん中のところでしっかり押してボンドをつけます。ボンドが乾いたら出来上がりです。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。先日こちらのゴム紐通しを探していた時に見つけた糸切りばさみ、ミササの糸切り用スプリングシザーズ。ちょっと変わった形だったので買ってみました。出してみるとこんな感じです。刃先が赤ちゃんの爪切りのようにカーブしています。このカーブが布に沿って糸が切りやすいそうです。一度糸を切ってみます。このようにミシンの端の糸を布に沿わせて横に押さえるだけで切れます。縫い目を間違えて縫った時にほどく時にも使えます。かなり切れ味が良いので少しすくうだけでパチッと切れます。リッパーと同じような感じです。返し縫いのしてある縫い目の固まったところでも切れ味が良いので綺麗に取れます。すくうだけでスッと切れます。このハサミの一番いいなと思ったところは、糸をハサミで切ったつもりがほんのちょっとだけ残っている時に、これだと綺麗に切ることができます。とても使いやすかったのでおすすめです。